なりほー、キャラクエでー。村娘のエムちゃんやで。今回は汎用の朝姫に登場するキャラたちの年齢を徹底解説していこうと思います。去年計算した時はキャラ子の知識が薄かったのと、ネットの情報を鵜呑みにしている部分もあったので、今回自分の目でしっかりと確かめた資料をもとに計算し直しました。あの時はイニャシャかじってたレベルのにわかファンやったもんな。あの頃はすみませんでした。キャラ子もこうやって謝ってるから許したってな。これからはネット情報に流されず、ちゃんと自分で確かめた情報をお伝えしていけるように頑張るので、これからもよろしくです。それじゃあキャラの年齢見てこか。レッツやしゃこー。やしゃこー。まず、今回の年齢計算は、以前アップした時系列動画より計算したものとなります。まだ見てない方はぜひそちらも合わせてご覧ください。ってことで、見てない方もいると思うので、年齢計算、年表を作成した時のルール説明をしておきます。意外と重要なルールやもんな。カゴメが井戸でワープした時を現代1996年10月から12月。戦国は1496年の10月から12月。これは500年間の移動をしているため1496年ではないかということです。現代で1日経てば戦国でも1日経つ。アニメやさひめの元号は令和で2019年だと仮定しています。紫紺の玉はだいたい500年周期で、これはルミ子先生の発言なんです。妖霊星も500年周期で、キリンオサム先生は470年周期で近づくということを言ってたんですけれども、今回は約500年ということで、500年周期として計算してます。こういったルールでやっていきたいと思います。あくまでもこれからご紹介するのはキャラ子による個人的まとめであり、数年のズレや間違っている箇所もあるかもしれません。完璧なものを公式情報ではありませんので、あらかじめご了承ください。はーい。やさ姫の現代は令和って言葉が出てるから、2019年か2020年で確定っぽくて、もし2020年でも1歳ぐらいの差しかない感じやな。せやね。では最初に犬夜叉一味からいきましょうか。いっかな？一味やったら悪事企ててるみたいやないか。え、間違えた？最近言い間違いすごくて。テイク2。犬夜叉一家。では最初に犬夜叉一家から見ていきましょう。まず犬夜叉。誕生は1296年の鎌倉時代。犬夜叉時代では200歳、人間換算15歳で、夜叉姫の時代は223歳になってます。人間換算で16から17歳。約13年で人間の1歳くらいになりますね。地味に犬夜叉の時から23年も経ってんねやな。映画天下波動の件で明賀が200年前に犬の大将が亡くなったって言ってたんです。大将が亡くなった日といえば犬夜叉が誕生した日なんですよね。なので計算するとこの年齢になりました。ちなみに秘境に封印された時は150歳。人間でいうところの11歳です。カゴメと出会う50年前やもんな。11歳って考えるとなんだか初々しいですね。それでは嫁のかごめちゃんなんやけど、1981年昭和56年生まれの誕生月は10月から12月頃。犬夜叉の時は15歳で、現在夜叉姫のアニメの中では38歳になってると思われます。中学3年生の誕生日に井戸に入ってタイムスリップ。漫画で木枯らしが吹いてたりおでん食べてたりと、現代の服装からも10月から12月ではないかと推察しています。誕生日は全然明かされてないもんな。それにしても14歳の子供がおるようには見えん。全然抱けるで。Mたん？急にさらっとおっさんくさい。では2人の愛娘夜叉姫の一人市販用のモロハちゃんはというと、1505年生まれの14歳、人間換算でいう1歳です。1歳？赤ちゃんやん。見た目は大人、年齢は赤ちゃんになってるやん。これはですね、市販用なので人間換算するのかどうか難しいところやったんです。キャラ子の勝手な考えになるんやけど、妖怪の成長スピードはそれぞれ違うのかもしれないけど、犬夜叉もちっちゃい時の姿があったりしたので、汎用と市販用はもしかすると13から14年間くらいは人間と同じ成長スピードで、そこから老けにくいのではないかと考察しました。確かに老けにくくなってるならいろいろ納得できるかもな。弥勒&産後一家琥珀。それでは弥勒様と産後ちゃん一緒に発表します。弥勒様が1478年生まれ、犬夜叉の時に18歳。
ヤシャ姫の時には41歳になってる感じです。サンゴちゃんが1480年生まれの犬夜叉の時16歳、ヤシャ姫では39歳ですね。年の差は2歳です。2人の年齢は奥義回伝に記載がありました。サンゴちゃんはカゴメよりも1歳年上で16歳でタイジアのエースをやってたんですよね。惚れてまうわ。色気もすごいもんな。キャラクも見習ってほしいわ。まったく、プンプン。これ以上露出したら YouTube 規制というか制限かけられるから無理ぽだよ。はい、続きまして弥勒とサンゴの子供たち見ていきましょう。双子の金魚ちゃんと玉兎ちゃん。彼女たちは1498年か1499年生まれで20歳か21歳くらい。翡翠は1500年の1月か2月生まれ、19歳くらいです。犬夜叉たちが奈落を倒したのが1497年で、その後すぐサンゴちゃんが身ごもったとしても、カゴメちゃんが中学を卒業した後に奈落を倒してたので、双子ちゃんが生まれたのはもう最短で1498年1月かなと思われます。手出すん早すぎんか、王子様。翡翠と身長差があるため2歳差なんかなって踏んでます。翡翠が生まれたシーンが描かれた後、カゴメちゃんが高校を卒業して戦国時代へ嫁いできてるので、サンゴちゃん3年間の間に3人産んでるっていうのは間違いないです。結婚式招待されてへんねんけど、ヤシャ姫で描かれへんかな。それでは現在タイジアのお頭になってる琥珀くん、1485年生まれの犬夜叉の時は11歳、ヤシャ姫ではおそらく34歳くらいになってます。彼は年相応の成長されてますよね。立派になって、嫁はおらんのか？おいちゃんがいい子を紹介したろか？君はぐいぐいお見合いを進めてくる親戚のおじちゃんか。これから嫁か彼女が登場しないとも限らんので気になってる部分ではありますね。ちょっとわがままじゃが、アイヤ姫とかどうじゃ？嫌やろ。なんだかんだあって二人仲良くなりましたって言われても納得できんやろ。アイヤ姫は大ナマズの嫁に選ばれたらええな。また登場する？大ナマズ。殺生丸一家。それではメインどころの殺生丸一家見ていきましょう。丸様は1243年生まれ。犬夜叉の時は253歳。人間換算19歳。ヤシャ姫では276歳。人間換算の20か21歳くらいになってそうです。思ったより人間換算若かった。リンちゃんは1488年か1489年生まれくらいで、犬夜叉の時7歳か8歳かなと思ってます。なので、ヤシャ姫では23年後、30歳か31歳なんじゃないかなという予測です。犬夜叉の時は11歳の琥珀よりも少し小さくて、でも5歳、6歳よりは上っぽいなぁと思ってたんで、7歳か8歳やったんじゃないかなと思っています。親兄弟が亡くなった時に声を失っていて、死の概念がわかる年齢設定だったんじゃないかなと思います。はっきりとはわからんけど、物分かりのいい頭のいい子やったし、そのくらいが妥当かな。殺生丸と凛の子供、トワとセツナは汎用の双子で、1505年生まれの14歳、人間換算で1歳、モロハと同い年の設定なんです。凛とカゴメが同じ年くらいの子供を授かったっていうのがなんか尊いよな。子供たちが同級生で幼馴染。カゴメとサンゴと凛ちゃんはママ友っていうのもすごい現代感あるね。犬夜叉と殺生丸と弥勒でパパ友。あとはですね、ソータ、モエ、メイの日暮家なんですが、ソータは1987年生まれ、犬夜叉の時に9歳、ヤシャ姫では32歳、モエさんは完全に不明。予想としては物腰柔らかでソータを尻に敷いてそうなので、ソータより年上なんじゃないかなと思います。娘のメイちゃんも完全に不明なんですけど、ランドセルを背負ってたので、小学生で9歳くらいかなと予想してます。ソータのデビューも9歳やったから、合わせてる可能性もあるな。キリン丸一派。敵さんについても紹介しておきましょうか。キリン丸も詳細は不明ですが、紀元前771年よりも前にご誕生されてますね。司教よりも年上の可能性が高く、神話の時代から生きていて、お釈迦様やイエス・キリストのこともリアルに見たことがあるかもしれないとのことなんです。
キリン丸は日本の妖怪ではなく世界中を旅していて、たどり着いた先が日本でもっとスケールの大きい存在だそうなので、神様とかなんかもしれないです。ゼロさんもキリン丸の姉ということなので、かなり長生きされてる感じですね。キリン丸よりさらに長生きってほんまに何者やろな。リクも年齢不詳の青年ですね。果たして人間なのか妖怪なのか、それともキリン丸の分身とか。一の章ではキリン丸の腹心って言うてたよね。ただの部下なのでしょうか。おまけ。まだ1の章の1話にしか登場してないしっぽちゃん。しっぽちゃんは1403年頃生まれの、犬夜叉の時93歳。人間でいうところの7歳。夜叉姫で登場するなら116歳くらいになってて、人間換算では8歳くらいですね。そのくらいやったら、尻尾は前と見た目全然変わらんのかもな。背伸びたかも程度の変化かな。早く登場してほしいですね。それ毎回言ってる気するな。なんじゃいなんじゃいが聞きたいんよ。それでは、桔梗お姉様と楓の美人姉妹もついでに紹介しときますね。美人姉妹？桔梗お姉様は1428年生まれ、18歳で亡くなっています。現在は時代樹の精霊さんが桔梗の姿になっているので、寂しくはないですね。黒幕かどうか怪しいけどな。で、ピッチピチギャルの楓ちゃんなんですが、お前の目は腐っとんのか？ドモホルンリンクル疑惑の楓おばあちゃんは1438年くらいに生まれて、犬夜叉の時は58歳くらい。夜叉姫ではもう81歳くらいなんちゃうかなっていうのも、まあ一応予想にはなるんですけども、桔梗お姉様とおそらく10歳くらい離れてたんじゃないかなっていう感じで、この時の楓ちゃん可愛いよね。片目を怪我した時も鬼雲を手当てした時も小さかったんで、ってことは桔梗の10年後に生まれてこのくらいの年齢なんじゃないかなっていう計算です。思ったより若いよね。この時代にこの年齢まで元気ってことはやっぱり妖怪なんじゃ。今でも元気ピンピン、記憶力抜群、ミコパワーも持ってるってことは、おそらくかごめちゃんがマカとかすっぽんクロズとか陽明酒持ってきててめっちゃ飲んでたんかもしれんね。え、かごめちゃん楓に貢いでたん？宿泊費として渡してたんかも。草。ご視聴ありがとうございました。今回は汎用の夜叉姫登場キャラの年齢についてがっつり計算してみましたが、いかがだったでしょうか。凛に子供がおるから金羽と玉とも彼氏くらいおりそうやし、翡翠子供っぽいのに昔の弥勒より年上っていうのがびっくり。凛ちゃんがお母さんなのは今でもしっくりきてないけどね。大妖怪の子二人も人間の凛がっていう、ある意味凛ちゃんすごいよね。何考えたんあやむちゃん。顔ハム太郎になってんで。ペケペロ。今回紹介した年齢は最初も言いましたが、調べ尽くして算出したので、あんまり誤差はないかなとは思うんやけど、間違ってたらごめんなさいです。あのくらいの年齢なんや、ふーんって感じで思っといてもらえると助かります。いつもたくさんコメント、高評価ありがとうございます。毎日元気もらってます。ほんまにありがとうやで。なかなか返信ができてなくて申し訳ありません。その代わりできるだけ Twitter や動画の更新頑張っていきます。これからもよろしくお願いします。します。それでは次回の夜叉講でお会いしましょう。バイビー。バイビー。